ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES勉強期間ということで、SixTONES Everlasting The First Take、 こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ今回の動画でですね、SixTONESの歌声分析動画第3弾となります。第1弾は僕が僕じゃないみたいだ。そして第2弾がイミテーションレインザ・ファーストテイクということでね、こちらにサムネイル載ってますし、まだ見ていない方はですね、概要欄にリンクを載せておくので、ぜひそちらからクリックして見ていただけたらなというふうに思うんですけれども、第3弾のエバーラスティング、いやこれはめちゃくちゃやばかったです。前々から言っているSixTONESの歌声の団結力だったりチームワークが素晴らしいっていうのはもちろんなんですけども、今回またね、ものすごい歌声だったりものすごい表現方法が発見されました。そういった部分をですね、どこよりも細かく丁寧に歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES Everlasting The First Take 歌声分析 GO!うわあいい声いい声ですね。前回のイミテーションレインもジェシーさんが最初のフレーズ歌ってましたよね。SixTONESの楽曲はジェシーさん始まりの曲が多いんですかね。確かにね、声が素晴らしいので曲始めの雰囲気がね、ものすごくきらびやかですよね。もう一回聴いてみましょう。このね声がね、すごくためが効いていてかっこいいんですよね。でこの雰囲気を作るためには歌声ももちろん大事なんですけど、一発目の音を歌う時のリズムの捉え方が非常に重要になります。普通に歌うとワンツーなんですけど、最初の一発目の音の前にちっちゃい「つ」が入ってるんですよ。これは音楽上休符を入れてから音を出しているっていうところにつながるんですけど、ワンこれがですね、休符が入っている時の雰囲気。休符を入れないとワンツー一発目の音のパワー感が変わってくると思います。で休符を入れた後の音はですね、強い音アクセントに変わるので、歌い出し一発目の音のインパクトがものすごく上がるんですよね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。いい。ところどころに入ってるエッジボイスがものすごくセクシーですよね。で先ほど説明ちょっとね抜けていたんですけど、全体的にウィスパーボイスと言われる声に息を混ぜるテクニックも使ってますね。ここのですねジェシーさんのポイント、高等テクニックのオンパレードですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらここも2箇所エッジボイスが入ってますね。でエッジボイスっていうのはこの音をですねフレーズの頭に入れるんですよ。みたいな感じにすると切なさがですね前面に出て、めちゃくちゃフレーズがですねかっこよくなるんですよね。でそのエッジボイスの出し方としてはですね、ここに仮声帯という器官があります。ここを使ってっていう音を出します。これはですね咳払いをするときに動く器官で、ぜひね皆さんもやっていただきたいんですけどってやるとこの辺がビリビリしますよね。
このビリビリしているところが仮声帯という部分です。結構ね、ここの声帯で音を作ってるっていうふうに思ってる方多いんですけど、実は声帯ではなく、ここにある仮声帯っていうところでですね、音を作ります。次いきますよ。いい。いいね。ここの部分は口の中の空間、口腔共鳴という声の響きがメインかな。話し声にものすごく近いような状態の声質なんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱり田中さんのね、リズムの捉え方がめちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。声を全体的にですね、前方向に向かって飛ばすようなイメージでラップを歌っていると思います。声って前方向に向かって出すと強い声になりますし、後ろに向かって出すと柔らかい声に変化します。そういったね、声の特性をですね、うまく使ったかっこいいラップ、最高ですね。次いきますよ。いい。ここの部分は前半部分よりも子音をですね、全体的に強めに歌って声のアタック感をですね、増幅させてるポイントですよね。いや、バリエーションが豊富ですね。素晴らしすぎる。もう一回聞いてみましょう。こうザッザッザッっていう風な子音のアタック感がものすごく強いですよね。子音を強くすることによって強い音、アクセントが生まれてきますので、これが生まれることによってバックのサウンドにめちゃくちゃ声が乗っていくんですよ。いやー、素晴らしい。次いきますよ。ここはオクターブと言われる表現方法を使ってます。同じフレーズをですね、高い音とそのまま1オクターブ下げた低い音、これをですね、2人で同時に歌うような表現方法なんですけど、この表現方法を使うと声の雰囲気がですね、すごくこう透明感があるような雰囲気出てきます。もう一回聞いてみましょう。これは低いフレーズが京本さんで、高いフレーズが松村さんなのかな。ぜひ詳しいストタンの皆様、コメントでフォローお願いできたらなというふうに思います。いやー、すごく美しいフレーズですね。次いきますよ。あれでも逆かな。前回のイミテーションレインの動画のコメントでですね、低い音は松村さんが支えているっていう風に教えていただけたコメントがあったんですけど、高い音が京本さんなのかな。それで低い音が松村さんが歌ってるみたいな。いや、それにしてもですね、リズムがものすごく揃ってるんですよね。これは音楽的な目線で見てのリズムが揃ってるっていう意味で僕今言ってるんですけど、リズムって実はちょっとでもずれると粗さが目立っちゃうんですよね。でも今のフレーズ、その前のフレーズもそうなんですけど、すごく透き通るような質感がありますよね。これ全く同じ位置でリズムを決めて歌ってる証拠なんですよね。もう一回聞いてみましょう。最高の聞き心地ですよね。で、合間に入ってる田中さんのイエーとかいうこうね、ラップの相づち、めちゃくちゃかっこいい。いや、ストーンズの皆さんがね、歌い出してからまだ1分も経ってないですけど、心わしづかみにされてますよ、僕は。次いきますよ。かっこいいね。今の田中さんのラップなんですけど、全体的に声がザラザラしてるの皆さん気づきましたか？気づきましたかっていうか、ストタンの皆さんだったらもう把握してる内容かもしれないんですけど、これはですね、シャウトボイスと言われる声の一種で、別名ダミ声とかも言ったりするんですけど、その要素が少しだけ声に混ざっています。で、このザラザラした質感、どうやって出しているのかというと、先ほどエッジボイスで説明したここのね、仮声帯のこの音を声に混ぜるんですよね。みたいな、この声でですね、ラップを歌ってるんですよね。僕実はこの声すごく苦手で、個人的にはかなり難しい声のテクニックだと思ってるんですけど、自由自在ですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。
ほら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 、ザラザラした質感が出てますよね。これね、シャウトボイスって言われる声です。結構激しめな曲、ハードロックとかヘビーメタル、あとはミクスチャーロックとかね、そういったすごく激しいジャンルの音楽で主に使われる声なんですけど、こういったね、スローテンポな曲で使うのは珍しいかなっていうふうに個人的には思うんですけど、でもこういうスローテンポな曲で使うとゴスペルっぽい雰囲気が出てきてめちゃくちゃかっこいいですよね。すごくね、こう心の中にある激しい感情を声に乗せて表現しているというか、そんな雰囲気が伝わってきます。次いきますよ。かっこいいね。これかっこいいね。でちょっとね、はにかみ笑顔なんですよね。いや、もう一回見ましょうよ皆さん。ほら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 、ここのシーン好きだな僕。このね、グーのポーズとね、笑顔が素敵ですね。ごめんなさいね、歌声とはねちょっと違った部分の魅力だとは思うんですけど、素晴らしいですね。次いきますよ。いいね、ここに戻るんですね。そして京本さんのね、王子スマイルっていうぐらいこうね、上品な笑顔が素敵ですよね。もう一回いきますよ。声もねすごく優しいしね。でここの部分なんですけど、低音はですね、胸の響き、胸腔共鳴と言われる声を太くしたり男らしいような雰囲気を出すための肺の中の響きと、声に艶っぽさだったり綺麗な雰囲気を表現する鼻の中、鼻腔共鳴という、この2つのですね声の響きの成分がブレンドしているような歌声ですね。で上の高い音、基本的には裏声を使ってるんですけど、ここでは頭を響かせる声、ヘッドボイスと言われる音の音色が使われています。まあ響きっていうかね、ララララララみたいな、こんな感じの声の出し方をしてると思うんですけど、でヘッドボイスを使うと声がねものすごく綺麗になるんですよ。声を出すイメージとしては、これもね鼻の中に入れるんですけど、鼻の中から頭の先まで声を出すイメージを延長させて遠くに飛ばすみたいな、こんな感じの声の出し方になっています。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい歌声ですよね。低音部分のねこの低いところをしっかりと下のパートの人が音域をね声の響きで埋めて、で裏声の高いところの音域を今度ね上の方のこの広い空間を声の響きで埋めるみたいな、自分の目の前ね全体から声が向かってきてくれているような、そんな雰囲気がね最高にかっこいいですね。次いきますよ。これ低い音はコウキさんなのかな。で高い音を京本さんが歌ってるみたいな、そんな感じの歌分けなのかな。ここもねぜひねストタンの皆さんフォローお願いします。すいませんね、まだ勉強中並みでして皆さんからの情報が頼りなので、ぜひねお願いします。一日でも早くストーンズに詳しくなりたいので。次いきますよ。やっぱいい声ですよね。 Reach out with my hand、こういう感じの声の出し方かな。全体的にでもねウィスパーかかってたような感じもするんですけど、胸のですね圧力を声の支えにして鼻に入れるみたいなね、すごく難しい声の出し方をしています。で喉の空間をちょっとだけ広げて声のサラサラって音を混ぜているというか。もう一回聞いてみましょう。そうだね。で声を後ろに引いてるんですね。 Reach out with my hand、 こういう感じか。ちょっと近づいた感じがすると思うんですけど、おそらく先ほど言った胸の圧力を声の支えにして鼻に入れて、声は後ろ方向で息の音を混ぜるウィスパーボイス、この声の出し方で今のフレーズ歌ったと思います。次いきますよ。でここは先ほどのウィスパーボイスを前半はカットしてますよね。基本的な声の出し方は先ほど言った出し方と同じなんですけど、前半ウィスパーカット、後半はウィスパーをもう一回使ってるみたいな、そんな感じの歌い方ですね。もう一回聞いてみましょう。Baby、ここだけ
ウィスパーボイスをですね使っていないんですよね。一瞬声の圧力がガーンと上がった後に優しく包み込むように歌う、そういった表現、いや最高ですね。次いきますよ。いいですね。ここはメインが森本さんなのかな。で松村さんと京本さんがコーラスに回ってるみたいな、そんな感じに聞こえたんですけど、間違ってたらすいません。すごくいい声ですね。胸の響き、胸腔共鳴を前面に使った男らしいかっこいい声、もう一回聞いてみましょう。君が負けそうな時には、こんな感じのね声の出し方かと思います。で君が負けそうなとぐらいまで全部がですねアクセントになってるんですよね。君が負けそうみたいな、普通に歌うと君が負けみたいになるんですけど、アクセントを入れることによって強い雰囲気をですね表現していますよね。で「君は」のここのね歌い回しめちゃくちゃかっこいいですよね。これねしかもすごい難しいテクニックなんですよ。 R&B のボーカリストとかがよくフェイクでやる、僕は高速フェイクって呼んでるんですけど、これを使ってるんですよね。いやものすごく歌うまいですね。次いきますよ。うわいい。パワーが強かった三声コーラスの後に京本さんの甘くて優しい歌声、たまらないですね。この声は鼻、鼻腔共鳴が中心で声作りされてるかなっていうふうに思います。 Nobody will be right here、こんな感じかな。僕がやるともっとね京本さんの声は甘くて優しい感じににじみ出てると思うんですけど、もうほぼ鼻ですね。でちょっとだけミックスボイスを使った雰囲気を感じられますね。ミックスボイスっていうのは地声と裏声をですねこうちょうど混ぜたような感じの声なんですけど、もう一回聞いてみましょう。最後のね「ヘイ」、ここもねウィスパーボイスですよね。すごく声の力が抜けているからこそ優しさをね感じるんですよね。いやー癒されます。次いきますね。うわこの声の混ざり具合が最高に素晴らしいですよね。6人で同時に歌ってるとは思えないほどの一体感、素晴らしすぎる。もう一回聞いてみましょう。ほらいやーすごいね。でここは6人で歌ってるんですけど、全員同じ音で歌っているわけではなく、先ほども説明したオクターブという表現方法が使われています。メインメロディーの1オクターブ下で同じ旋律を歌うっていう表現方法です。歌声の一体感が素晴らしいし、それプラスオクターブのユニゾンを使うことによって声の透き通ってる感じもすごく表現されてるし、もうほんと最高のサビですね。次いきますよ。いいね。もう曲調が個人的にはものすごくゴスペルを感じるんですよ。ピアノバックでね、でパーカッションって言われるリズムを出す楽器、もう使ってる楽器がゴスペルで使うような楽器なので、特にね僕はそういう雰囲気を感じてしまうのかもしれないんですけど、でゴスペルっていうのはもともと海外のね教会とかで歌われていたジャンルの音楽なので、すごく今回のエバーラスティング神々しさを感じます。いやー素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。いやー最高ですね。次いきますよ。うわいい。いやー後半高いね。音域がめちゃくちゃ高い。Make this alright
こんな感じのね音域でしたよね。これは完璧ねミックスボイスを使わないとこの質感と音域を地声の雰囲気で歌うのは無理かなって思います。いやーすごく綺麗なミックスボイス、もう一回聞いてみましょう。ほら、Make this alright、 ここだけミックスボイス使ってんのかなと思ったんですけど、さっき歌ってみたのと今聞いた感じ、ここのフレーズはもう全部ミックスボイスで歌ってますね。でミックスボイスで高い音を歌う方々と、低いねこうどっしりと構えた安定感のある1オクターブ下のフレーズ、このね2枚看板でこの素晴らしい歌声を表現してるんですね。次いきますよ。いやー感動しますね。素晴らしすぎる。で SixTONES の歌声分析動画は今回で第3弾なんですけれども、今までは SixTONES の声の出し方で共通する部分が多いっていうことを言ってきました。その部分について詳しく知りたい方はですね、ぜひ僕が僕じゃないみたいだ、そして前回のイミテーションレインの分析動画の方をチェックしていただきたいんですけど、ここでもう一つですね発覚したことがあります。全員で歌うところだったり、メンバー何人か2人とかね3人で歌うところ、リズムの捉え方も全く一緒なんですね。いや今これね気づいた時に、また今回もね今も現状そうなんですけど、鳥肌がねやばいです。今ほんとゾワゾワしてますよ、感動しすぎて。ここまで歌に対して研究熱心なグループって他にいるのかなっていうふうに思ったぐらい素晴らしいです。だってメンバー全員が全員同じレベルで歌を研究していないとこの域には到達できないですからね。いや本当にすごいです。次いきますよ。あ、来た来た。ここはね前半は先ほど言ったシャウトボイスを使って、後半はですねそのシャウトボイスを解除したようなそんな感じのフレージングになってるんじゃないかなと思います。でシャウトボイスの時に仮声帯を使ってるのはもちろんそうなんですけど、そこから出た声をですね鼻に入れるんですよね。そうすることによって声のザラザラした感じが増幅されます。もう一回聞いてみましょう。ほら、イエーみたいな感じになってましたよね。このザラザラした感じは鼻に入れるとですね激しさをより表現できるんですよ。で声質の質感での強弱、そして子音での強弱、こういった部分の表現力が素晴らしすぎますね。次いきますよ。いいね。こうマイクから顔をちょっとだけ横に外した表情がですね最高にかっこいいですね。かっこいいですね。いやもうね表情で感情も込めてるんですよ。で声っていうのは顔の表情にある程度比例したような雰囲気の声質になります。明るい表情をすれば明るい声質になりますし、悲しい表情をしたら悲しい声質になります。で今の田中さんの表情はどちらかといったらこう切ないような雰囲気なのかなっていうふうに僕は思うんですけど、その顔で作った声の表情をですね歌声に乗せているというか、ここから話す内容は僕の推測なんですけど、ラップで音程がないからこそ声の強さだったり声の質感で表現するための方法をですねめちゃくちゃ研究してるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。ここのフレーズがねすごく明るい雰囲気が出ていて、僕個人的にはねお気に入りフレーズなんですけど、今回は森本さんとコーチさんがペアのフレーズなんですね。やっぱこのペア多いですね。僕このペア好きです。もう一回聞いてみましょう。ものすごく綺麗な裏声と安定感のある低音でのこのオクターブね最高ですよね。次いきますよ。いや最高ですね。次いきますよ。わあ来た来た。一瞬こうピタッと止まったね、これブレイクって言うんですけど、バックのサウンドが一瞬無音になるような
それをねブレイクって言いますけど、そのこう時間が止まったような空気感が最高ですね。でそこに対しての田中さんのかっこいいラップもう一回聞いてみましょう。ほら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 、今僕がほらほらって言っちゃったから皆さん分かりにくかったかもしれないんですけど、分からなかった方はねぜひ YouTube で SixTONES Everlasting The First Take ね見てみてください。タッ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 ピタッみたいなね、その空気感がねめちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。おいうわ激しいね最後で、ここでもシャウトボイス使ってるんですけど、全体的に声量も上げてるんじゃないかな。ここは音のダイナミクス、音量差ですよね。徐々にこう声量を上げていってパワー感も表現してるというか、もう一回聞いてみましょう。ほら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 、今映像だと叩いてる人いたじゃないですか。あれカホンっていう楽器でドラムの代わりにリズムを表現する楽器なんですけど、あのシーンのところらへん田中さんの声がこうすごくこうパワーで溢れているような質感ありましたよね。あそこおそらく声量を上げてラップで盛り上げるみたいな表現方法を使ったんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。やっぱりこのね僕のお気に入りのフレーズ、メンバーが変わるとやっぱり若干ニュアンスが変わって同じメロディーなのに個性が出てますよね。もうねこういうところに気づけるぐらい僕も至りましたよ。今回のフレーズはね全体的にものすごくこう柔らかい雰囲気が出ているというか、もう一回聞いてみましょう。ここはジェシーさんが低音なのかな。ジェシーさんのその鼻に入れる声の質感が多分全体的にフレーズをねこう優しくしているのかなというふうに思います。次いきますよ。うわいいいいね。最初にねエッジボイス使ってましたよね。でここでのビブラートはですね、僕ね京本さんのビブラートすごく大好きなんですけど、横隔膜を揺らすタイプのビブラートを使ってます。ラララララみたいな、もうちょっとね揺れ幅は大きいですけど、で横隔膜タイプとは別で音程をこう上下させるタイプのビブラートもあるんですけど、これを使うとラララララこんな感じになります。音程を上下させるのでやっぱこう速いタイプのビブラートには対応できないんですよね。その代わりここで使いたいここで使いたいっていう箇所でこうポンポンと使えるっていうコントロールのしやすさはあります。で横隔膜ビブラートはですね早くも動かせるんですけど、ある程度癖で使うタイプが多いので、ここで使いたいとかちょっと音を伸ばしてからビブラートにしたいとか、そういうコントロールが非常に難しいかなというふうに個人的には思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。で京本さんもここはね後ろに弾きながら鼻に入れる感じの声の出し方かなというふうに思います。次いきますよ。いいね。いいね。やっぱねコーラスが最高ですよね。メンバー同士の声がすごく溶け込むので、ハーモニーを奏でている時の美しさもね素晴らしいんですよ。もう一回聞いてみましょう。いいですよね。メインメロディーがオクターブになっていて、で上ハモリかな、このね3声コーラスだと思うんですけど、いやー素晴らしいですね。次いきますよ。いやーいい声、めちゃくちゃ甘いですよね。口の中の空間を大きく使ってるんですけど、その声を鼻に入れて後ろに弾いてますね、松村さんの声は。We're never gonna leave you, hey こんな感じですよね。で Hey が力強く感じたのは、普通だったら Leave you の後に一回息を吸ってから Hey っていくんですけど、ここ実は息を吸ってなくて息を止めるっていう風な表現方法を使ってます。で息を止める、これは何につながるかというと、ちっちゃい「つ」なんですよ。要は休符になります。でもう察しがついてる方いますよね。
休符がついた後の音っていうのは強い音、アクセントに変わるので、Hey が力強く感じるんですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、音が消えてるんですけど、ここで息は吸っていないんですよね。だからこそ Hey がすごく力強く感じるっていう、いやー素晴らしいですね。息を止めるところまで表現の一つに盛り込んでるボーカリストって、実は僕そんなに見たことがなくて、これができるかできないかで、どれだけ歌を研究して普段どれだけ練習してるのかっていうのが分かる一つの基準かなっていうふうに思ってるんですよ。いや、相当練習してますよね。素晴らしいです。次いきますよ。いいサビのメロディーがね、すごくキャッチーで聞き心地が素晴らしいですよね。で、このね、声の一体感もすごく心地いいし、リズムが揃っている雰囲気も素晴らしいです。ストレスゼロでメロディーが聴けちゃうっていうか、むしろね、マイナスイオンすら感じるぐらいの癒し効果があるんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。もう一回聞いてみましょう。ほら素晴らしすぎますね。もっとね、多くの人に SixTONES の歌声届いてほしいなっていうふうに思います。次いきますよ。もう笑っちゃうぐらい素晴らしいですね。いやー本当にすごい。もう一回聞きましょうよ。いや本当にね、このリズムのアクセントまで細かいところまで揃えてるっていうのが本当にすごい。しかも6人全員ですからね。いやー、歌の知識もそうだし、音楽知識も相当高いんじゃないかっていうふうに僕は推測します。もう一流のミュージシャンレベルぐらいの音楽知識あるんじゃないかっていうふうにね、僕は思っています。次いきますよ。ここ好き。こうね、音域が上がったことによる歌声のパワー感、これがね、感情として伝わってきますよね。すごくグッとくるポイントかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。もうね、今一ファンとして聞いてます。素晴らしすぎて。いやー、SixTONESに出会えて本当に良かったなって思います。次いきますよ。いいね。もうこのね、サビのフレーズの締めのメロディーがすごくかっこいいですよね。なー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 、このフレーズめっちゃ好き。もう一回聞いてみましょう。たまらない。すごくいい。次いきますよ。なんかエンディングを感じますね。いやー、ほんと心地よすぎますね。次いきますよ。もうなんかちょっとね、涙ちょっと切れてきましたよ。すごい。本当にすごい。次いきますよ。いや、美しいですね。京本さん、歌声もそうなんですけど、ルックスもね、ほんと王子様みたいなキラキラした空気感ありますよね。で、この優しい声、今まで説明してきた京本さんの声の出し方の魅力全部詰まったような感じかなというふうに思います。後ろに弾いて優しい声を表現して、歌声の美しさを鼻、そしてちょっとだけ先ほどね、ちらっと説明した頭部共鳴の響きもあるんですよ。なので歌声がめちゃくちゃ美しい。もう一回聞いてみましょう。このこれもかっこいいですよね。歌声の表現に息を吐く音まで入れてる。
で息を吐くことによってエッジボイスとは違った歌声の切なさが出てますよね。で今声の出し方をですね分析してみて新しい要素に気づいたんですけど、喉の空間をですねちょっと広げてるんですよね。あくびの喉の形を歌声で使ってるというか、それをすることによってこうクラシックとかの歌声に近い成分が混ざってきます。多分ねこれを京本さん使ってると思うんですよ。で歌声の発声方法としては喉は広げた方がいい声が出るっていう風に言われています。で喉の空間をめちゃくちゃ広げて前面に使ったのがオペラとかクラシックの歌声になりますし、であまり喉の空間を広げない、要は喋ってる時の状態をベースにするのがポピュラーミュージックと言われる、J-POP だったりね、ロックだったりオリコンとかビルボードにランクインしてくるような音楽ジャンルのボーカリストの歌声なんですけど、京本さんの歌声はちょっとだけクラシックオペラの歌声の要素を混ぜることによって唯一無二な歌声の質感を表現してるんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。いやいいね。声の奥行きも素晴らしいしね。で前半よりもちょっとだけ声を出す方向をですね前の方向に向けたかなっていうふうに思います。歌声のニュアンスのパワー感が少しだけ増幅したような、もう一回聞いてみましょう。ほら、Stay with you、 ここねもうかっこいいですよね。で思わず今ね歌っちゃったんですけど、声のパワー感が少しだけ増幅したの皆さん気づきましたか？前半は優しく、で徐々に後半に向かっていくにつれて声のパワーがこう増幅していくみたいな流れの歌い方だったと思うんですけど、バックのサウンドが静かなのでね、言ってしまえば歌声で表現し放題なんですよ。なのでここは京本さんの表現したい感情が前面に出てるポイントじゃないかなっていうふうに僕は思います。じゃあ次いきますよ。いいね。変わりはしない。この裏声の切り替わるポイントめちゃくちゃかっこいいし、裏声超綺麗。これはねヘッドボイスを使ってるんですよ。ただ先ほどの説明したヘッドボイスっていうのは頭の前方向をメインで使った声なんですけど、これを後頭部側の頭の方にですねイメージを持っていくとスーパーヘッドボイスっていう声に変わります。でスーパーヘッドボイスの方が声質は美しくなります。キラキラした成分がね増幅するというか、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、地声も後ろに弾いてるので裏声も多分ね継続して後ろに弾いてると思うんですよ。その声を出す方向の影響で裏声がスーパーヘッドボイスになってる、あるいは狙ってそういう風な歌い方をしてるんじゃないかなと思います。で地声のところはウィスパーボイスでしたね。次いきますよ。一回止めます。でここで今流したところですよ。前半は後ろに弾いていたのに対して今度は前方向を使ってますよね。なので裏声のポイントはですねスーパーヘッドボイスではなくヘッドボイスっていうことになります。裏声の質感がね若干変わったかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ちょっと空気感が増幅して地声っぽいニュアンスがほんのちょっとだけ増えたというかね。やっぱり裏声でも前方向に声を飛ばすイメージを持つと声質が強くなるっていうのはこれ同じなんですよ、地声と。その影響で裏声にですねちょっとだけパワーが乗ったような感じになっています。ただねウィスパーボイスになっているので今言った説明の部分が分かりにくかったりもするんですけど、めちゃくちゃ細かく分析するとこういう感じの声になってるんですよ。次いきますよ。Close my eye。 ここで喉の奥をちょっと広げてるんですよね。先ほど京本さんパートの時に言ったクラシックとかオペラの喉の使い方、ここでジェシーさんも使ってますね。もう一回聞いてみましょう。Close
close my eye みたいなI のところがクラシックやオペラの喉の使い方になっています。いや本当に器用ですね。いろんな表現方法を持ってます。次いきますよ。うわ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 、ちょっとね途中で止めちゃいましたけど、京本さんのハイトーンやばいですね。でミックスボイスなんですけど、この声はですね体の使い方から全部説明したいと思います。まず息を吸いますよね。でこの息はですね歌でメインで使われる腹式呼吸という息を吸った時にお腹がですね膨らむ呼吸法、これをまず使ってます。この呼吸法を使わないとですねお腹に力が入りません。要は歌で使うべき筋肉に力を入れることができないんですよね。で声を出す時にですねお腹に力を入れるんじゃなくて背中に力を入れるんですよ。イメージとしてね。人間の体の構造上背中に力を入れればお腹にも力が入りますし、その逆も同じなんですけど、こうねお腹と背中でこうグッとこう挟み込むような感じで筋肉が動きます。その意識のメインを背中に持ってきます。そうするとどうなるかというと、ミックスボイスの時にスーパーヘッドボイス、後頭部を響かせる声ですよね。こちらに自然と移行するんですよ。そうなるとどうなるか。めちゃくちゃ高い音までミックスボイスで出すことができるんですね。これ超高等テクニックなんです。本当難易度トリプル S クラスぐらいのすごく難しい声の出し方なんですけど、京本さんここでそれ使ってますよ。いやテンション上がりすぎてね、実際のレッスンで説明するぐらい細かく説明しちゃったんですけど、もう一回そのねハイトーンのところから聞いてみましょう。ほらほら、やばいね。これは本当にやばいですよ。いやどんな練習を普段からしているんだろうなっていうふうに思っちゃいます。歌の表現力の幅がですね広すぎてもう上限が見えないですよね。本当にすごい。次いきますよ。かっこいいね。もう完璧ゴスペルですね、音楽ジャンル。ラスサビのこの雰囲気はですねもう本当に知ってる人からするとゴスペル来たなっていうふうに思うと思います。こういうふうにメインメロディーを大人数で歌っていて、でソロを歌うパートっていうのもあるんですけど、その人がですねバックでフェイクを歌うんですよ。もうほんとそれですよね。もうこう歌声からねもうこうパワーがビシビシ伝わってきますよ。次いきますね。かっこいい。ほらここの地声のパワー感もすごくないですか。感情大爆発ですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらやば、めっちゃやばい。かっこいいですね。で全員が全員同じところでパワーを入れる。で全員が全員同じところで優しく歌う。これを徹底しているからこそこの爆発力が出ているんですよね。本当にかっこいいです。次いきますよ。ほらここでちょっとトーンダウンしましたよね。優しくなったというか、ほんとこのサビのね山がすごいんですよ。感情の起伏を感じますよね。こういった部分にね人の心って奪われるんですよね。素晴らしい。ほんと素晴らしい。次いきますよ。うい、あ、いいね。ここでね裏でのフェイクがジェシーさんに変わるわけだ。いやーずっと聞いていたい魅力ありますよね。本当にすごい。次いきますよ。楽しそう。いい。いや本当にテンションがね曲の最後にしてどんどん上がってきますよね。で SixTONES の皆さんもそうだと思うんですけど、聴いている僕もですね曲の終盤なのにめちゃくちゃテンション上がってきますよ。次いきますよ。なんか雰囲気が変わった。
またね京本さんのフェイクに変わりましたよね。でフェイク兼コーラスって感じのフレーズでしたね。今たまに入るねこういうのがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。次いきますよ。うい最高の締めですね、ジェシーさん。ここで終わりかな。なんかね、名残惜しいですね、曲が終わるのが。いやー、本当にずっと聴いていたいなっていう風に思いました。以上、SixTONES Everlasting The First Take 歌声分析はここで終了です。さあさあ、何ですか、この化け物みたいな歌声は。本当に素晴らしいですね。SixTONESに関しては、新しい曲を分析すればするほどものすごい歌声の魅力が発見できていて、本当に楽しいです。動画を撮影していて、これもですねストタンの皆様がおすすめの曲を紹介してくれたり、いろんなSixTONESのことをですねコメントで教えていただけているから楽しい動画撮影につながっているんだというふうに僕は思っています。まだSixTONES勉強期間始まったばかりですが、どんどんSixTONESの歌声分析動画公開していきますので、ストタンの皆様今後ともよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。